正直言うとしっかり捨てましたね。自分が採用に携わらなくなって本当よくわかんないやつが増えたんですよ。俺も現場でなくて結構金稼げるなと思って、俺あの時月曜日も休みで火曜日も休みにして、俺水曜日も休みに しようとしてたんですよ。従業員と飯行く基準って何？俺でも多分居心地いいやつと言っちゃうんだよな。遠慮しないやつが好きなんで、昔いたのユナってやつ覚えてます？あいつほんとマジでデリカシーゼロで俺デリカシーゼロのやつ好きじゃん。結構いろいろいいこと言ってくれたんですけど、悪いことしか思いつかなくて、まずもうファーストオフですね、何回聞きに来んねんっていうぐらい、いやもう一発で終わらせてくれ。ローラ飲みに来い。なんか楽しちゃうんでしょうね多分ね。 RBL の食事会もそうだし、美容のスタッフとの食事会もみんな行くってなったらもちろん楽しいし、行ってよかったになるんですけど、行く前に一回深呼吸して、なんか行ったからには楽しませなきゃいけないなみたいな俺割と孫さんと飯行くのも俺孫さんを楽しみませようと思ったら一回もない。それがいいのかなっていう。いや今日、めっちゃ密着して重かったのが1個あって、今日で回転する子行ったじゃん。かなえね。かなえさんが一応かなえさんがちょっと回転ということなんで一言かなえさんお願いします。お疲れ様です。本日をもって、退店、します。いろんな中で僕の中ではこうできなかったこともやっぱたくさんありますけど、これから僕がコツコツできるんで、またどこかでやったら声をかけてください。花江さんはそもそもオーディション出たことも知らなかったし、で今日ああいうふうにみんなの前で最後に挨拶した後にカメラなしの時に花江さんに「なんで辞めるんですか?」って聞いたんですよ。って言ったら泣きながら「思ったよりうまくいかなかったんですよね」みたいなって話があって、俺その時何を感じたかというと、確かに花道ノアレイヤーとかは番組でフィーチャーしたんだよねって。で彼は多分してないんで、食べてがしてないんですよ。なんか彼が言ってるうまくなかったんですけど、もちろんなんか孫さんが言ってくれないからとかそういうのは言ってないけど、ローランドショーでちょっと彼を追って、彼がそこで知名度がちょっと上がったら、こうならなかったのになっていうのを勝手に自分でめっちゃ罪悪感感じたの。このフューチャーした人とフューチャーしてない人のこの知名度の格差が結構生まれちゃって。ローランドショーって SNS が強いのに、なんか自分は多分個人チャンネルもやってないし、多分将来が見えなかったでしょうね、多分。いや、なんか罪悪感を僕はちょっと感じちゃったんですよね。けど俺はスタッフたちに言ってるのは、ローランドショーなんて天気みたいなもんだと。雨の日があれば晴れの日もあるように、出れるか出れないかも分かんねえと。なぜなら別に俺がコントロールしてる媒体じゃねえし、俺がかっこいいってところ撮ってくれてって言うこと聞くような関係者じゃねえから、そんなんもう関係ないよと。結局レイヤーノア花道がなんで売れてるかって、あいつはただ頑張ってる、でもそこの差だと思います。出たことが1個のアドバンテージフックになることはもちろんあると思ってるし、ローランドショーって媒体がちっちゃいとは思ってないんですよ。でもそこありきで売れるほどそんなホストの世界甘くねえし、逆にそれができない理由になるかって言ったら、俺はそうでもないと思ってるから、売れてねえやつはうちのローランドショーに出られねえからっていうやつは俺一番嫌い。かなえは多分そういうこと言わなかったと思うし、本当に思ってないと。なるほどね。そんなね、俺たちは捜査に期待をしていない。今日ノアが実は営業中にお客さんと揉めてるんですよ。
日に1回送ってあげたらそれでだからなんかお店の価値と配信の価値って違うの。そういうこと言うので、喧嘩したいわけじゃないから。今もはやこのライバーをしないと売れられなくなったっていう状況。昔はお客さんがなんで私をそんな雑に扱うのとか、もうちょっと接客ちゃんとしてよとかのクレームが、なんであなた配信をちゃんとしないみたいな、あれマジでどう思うのかなと思って、ロハンさん本人的には。このホストっていう業界で評価対象はやっぱあくまで数字じゃないですか。だから数字さえ出してれば俺家庭はあんま関係ないと思うんで、ホストだけで結果出してたらそんなこと言われてないと思うんで、単純に実力不足だよって思うし、まあ自分をしてもらうプラットフォームが増えたことをタスクが増えたって勘違いしてるやついるけど、俺からしたらめちゃめちゃ羨ましいことで、なぜなら俺がホスト始めた時なんてまずそもそもガラケー使ってたし、ガラケーでお客様とメールして、メールもやり取りがこうスクロールして見えるわけじゃないから、同じコメ同じメールしちゃったりとか、 YouTube もそれこそなかったし俺が始めた時なんて、だから必死にブログを書いて自分を知ってもらったりとか、そんなところで戦ってきた中で、今だったらまあ TikTok もあるし Instagram もあるし、もちろんやらなきゃいけないプラットフォームが増えたなって思うこともあるかもしれないけど、俺からしたら知ってもらうきっかけが増えて、こんな羨ましいことねえぞって思うし、そもそもお前日本人の生涯収入の平均お前知ってるかと。大体 2.5 から3億じゃないですか。お前それをたった数年で稼ごうとしてるんだったら、数年分の苦労、凝縮した苦労がお前の肩にのしかかって当たり前だと思わないかと思うわけですよ。それね、金は稼ぎてえわ、苦労はしたくねえわね、もうそんな甘くねえぞって思うから。だからまあ今配信がチャラチャラした、なんかホストはもう対面接客で自分を知ってもらってなんぼだみたいな美学、俺もちろん大事だと思うんだけど、ただのこう決めつけでチャラチャラしたプラットフォームだと思ってるやつは絶対後悔するから一回やってみろよって思うし。なるほど、確かになんか日本の経済がうまく回ってるのは俺がかっこいいからまでやったんですよ俺がこんなに指名を呼べるのは俺の顔がかっこいいから。俺がこんなに歌舞伎町で有名なのは俺の顔がかっこいいから。日本の経済が増税したのは俺の顔がかっこいいから。いやそうですよ、本当にそう。1回のホストスの撮影だけでもめっちゃありがたいから。だってあんなね、その時なんでもインスタなんかないから、みんながホストっていうなんかホストが掲載されたサイト見るわけですよ。でそこで上がったたった1本の動画でみんなが自分を主張しているわけですよ。で今で YouTube なんて毎週のアップできる、毎日アップできるじゃないですか。俺らはもう渾身のスタジオ行ってヘアメイクして「はい、じゃあ放送の媒体なんですけど30秒で面白いこと言ってください」みたいな、そこで決めなきゃいけない。お前どんだけ恵まれてんのって、お前それ頑張れなかったらお前何頑張れんのって。ちなみに俺の顔がかっこいいからはどのくらい練習しました？いや、あんな鏡見ても30回以上練習してるでしょ。でシラフだとはずいからちょっと隅の風40分ぐらい飲んでやりましたけどね今でも覚えてます。ザ・クラブが崩壊したって言われたじゃないですか、あれ本当は俺別に崩壊だと思ってなくて、俺は断捨離だと思ってて、なぜなら自分が採用に携わらなくなって本当よくわかんないやつが増えたんですよ。理想のホストクラブ作りたくて作ったのに、なんでこんなよくわかんないやついるんだ、なんでよくわかんないと思ったかって、まず出勤毎日することが当たり前と思ってない、プロ意識が低い、ただちょっと顔がかっこいいだけのやつがいます。休み多いかな。休み多いか、なんだ体調管理が。体調管理本当あれですね。半分休みはやばい。30人在籍の16人出勤とかもありえねえから。それで正直言うと利益成り立ってたんですよね。で黒崎さんのマネジメントって別になんか売り上げ上がりゃいいじゃんみたいなところだったんですよね。で実際なんでそういう風になったかっていうと、俺がちょっとサボりたかった時期でもあって、なんか他の授業の拡大のフェーズもあったし、現場行かないで
毎月何千万も入ってきたらもうちょっと美味しいなと思ってしまった部分もあるんですよね。である時なんか楽でいいな、これで金入ってきて楽だなと思ったんですけど、なんかザ・クラブ出勤した時に全然面白くないなと思ったんですよ。なんか金は儲かるけど全然面白くないなと思って、こんなホストクラブ作りたくて起業したわけじゃねえなと思って、なんか変えなきゃいけないなと思った時に唯一俺の意見を聞いてくれるのが融資で、融資だけは俺のマインドをしっかり分かってくれて、勤怠が一番大事だって理解してくれた。なぜなら俺の現役時代を共有してるのがもう融資と聖夜とかしかいなかったから。確かにね。多少人事の変更がありましたんでまず発表します。今大阪店の代表をやってる有志、今ここ来てもらったんですけど、有志代表が、本店も含めてのクラブの統括の代表という形になります。ってなった時に有志を統括代表にするって言ったら、案の定やっぱ厳しくなるし、なんかやり方も変わるし、俺らやっぱ厳しい店なんで。でそこで圧力が生まれて辞めてったじゃないですか。で世間はそれを崩壊と呼んでましたけど、俺からすると崩壊はそいつらが入ってきたことが崩壊であって、辞めたのはもう正直言うと断捨離だと思ってたんで、そうだからあの時一回落ち目になったけど、俺が本気だったらもう一回立て直せると思ったから、俺の大掃除を崩壊って言ってなんかこいつら結果で見せてやろうって思ってたんですよね。正直人数が減ったザ・クラブを中途半端にシックまで行くリソースがなかったから、もう体が1個しかないし、俺とユッシュがなんとか注力して人数集めてもう一回正常化しないとこの店ダメになると思ってたから、俺とユッシュが毎日出勤し始めて立ち直るもんと思ったから、正直言うとシックは捨てましたね。